ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは、帯渚です。マスター鷹山です。はい、ということで帯ちゃん、前回発表したわけですけど、本番どうでした？もうめちゃめちゃ緊張しましたけれども、あんな素敵な会場で尺八吹くことができるっていうのがすごく一生のいい思い出になりました。そんなに緊張してたんだ？緊張しました。でも無事音はなんとか出て、バッチリ出てましたね。よかったです。練習の成果が出てよかったです。いや、すごいなんかね、カラオケに通ってすごいいっぱい練習してたみたいですね。仕事の合間に少しでも時間ができたらカラオケに通って、でもリスナーさんも見に来てくださったり、帯ハピの相方のハッピーダンボラさんも最前列で見に来てくださったり、すごく心強かったです。ありがとうございました。素晴らしい演奏でした。ありがとうございます。ということで、それを踏まえてですね、改めて今日の心得はこちらにしたいと思います。どうぞ。まずは尺八を知るべしということで、まだね尺八の持ち方しかちゃんとやれてなくて、前回前々回は本番に向けてのアドバイスだったので、改めてこの尺八って何なのかっていうところをね、一緒に確認していきたいと思います。お願いします。尺八、どうですかね、この楽器パッと見て何がわかるかっていうと、まず竹ですね。はい、真竹という種類の竹でできています。そして穴が前に4つ、そして後ろに1つ、合計で5個の穴が開いているというところで、あとね、竹の節の数なんかも決まっていたりします。下側根っこなんですけど、下から1、2、3、4、5、6、7つと、そんなことまで決まっていたりするんですね。なので尺八に合う竹っていうのを探すのは大変みたいで、契約している農家さんが竹林の中でこう探して100本に1本ぐらい、これはちょっとこのサイズの尺八にちょうどいいかなみたいな。そうなんですね。選ばれた竹で、それをさらに水分を抜くために、2年間ぐらい干して、その過程で割れちゃうやつとかもあるんで、そうやって生き残った竹をすごくこう愛おしくなりますね、そう聞くと。そうですね。で、職人芸がここにいっぱい詰まってます。中に漆が塗ってあって、この中のこの形状が大事なんですけれど、一本一本太さとか形とかいろいろ違うので、それに合わせて職人さんが作ってるという、そういったものになりますね。先生のと色が違うのはどうしてなんですか？その竹の種類が違うっていう。僕もこの楽器買ったばっかりの頃には同じぐらい白かったんですけれど、使ってるうちにだんだんですね、色が変わっていきます。茶色くなっていきます。じゃあこれも濃くなっていくかもしれない。濃くなっていくと思いますね。水分を吸って夏は膨らんだり冬は痩せたりとかするんで、呼吸とかも普段からしていて、それを経てだんだんこう色が変わっていくって感じですね。なのでこだわる方なんかは結構油を塗る、人によってどの油がいいっていろいろあるんですけれど、油を塗っていくと色艶も良くなっていって割れにくくもなるのかな。乾燥するとね、竹が割れちゃったりもするんで、割れても直してまた使えたりはするんですけれど、そうやってこう磨いている方もいらっしゃいますね。これ長さはいろいろあるんでしたっけ？我々が今持っているこれは一尺八寸という長さ、これが尺八という楽器の名前の元になっているんですけれども、他にも一尺六寸とか一尺七寸、二尺一寸四寸とか、いろんな長さの楽器が一寸ごとにあります。一寸ってだいたい 3.3 センチなんですけれども、それによって半音ずつキーが変わるようになっているんですね。短ければ短いほど音が高くなって、長ければ長いほど低い音、楽器になっていくというところで、基本はこの一尺八寸がメインなんですけども、例えばお正月によく吹く春のみなんかは一尺六寸っていう、この曲なんかはもうちょっと高い音で短い楽器で吹いたりする曲になります。基本的にはこの5つの穴しか開いてないんですけれども、吹く角度とか穴を3分の1、3分の2みたいな感じで開けたりして、
間の音も全部出せるし、はい、ピアノの鍵盤の音で出す音は全部出すことが1本でもできるという楽器になっています。尺八、なんかこの根っこの部分独特の形してますよね。なんかこうボコボコしてるというか。はい、そうですね。根っこの部分を必ず使うんですけど、はい、このボコボコしているのには理由があって、はい、あんまり音には関係ないと思うんですけれど、一説にはですよ、小無双というお坊さんが昔吹いていたんで、お坊さんなので刀が持てないと。でも修行の旅をしていたので、盗賊とかに襲われた時に応戦できるように、これで、はい、ここが痛くなってると、はい、これで戦っていたという、説があります。だからこう平らじゃなくてちょっとボコボコしてるっていうことなんですね。そうですね。おびちゃんの楽器特に痛そうですね。なんか痛そう。じゃあ何かあったらこう先生のことをやめてください。尺八。あとは見た目のことで言うと、はい、吹くところの模様、硬い素材がねここに入っているんですけど、これがこういう丸い形だと、登山竜、はい、で三角の楽器もあります。だと金庫流という別の流派を表すマークになっていたりします。ここの黒い部分ですね。そうですね。ちゃんと登山流の、はい、マークになっています。このマークが違うからといって別に楽器として違う楽器ってわけではないんですけども、一応の目印になっています。わかりました。初めて知りました。はい。師範を受けるときは試験では絶対にこの丸い楽器でぜひ受けてください。尺八。あとはですね。はい。ちょっと宣伝なんですけど、竹の楽器以外にも最近いろんな尺八が出ています。はい、アルミでできているメタル尺八っていうのがあったりするんですけども、これはグラスファイバーが入ったプラスチックでできている楽器で、上永大輔監修モデル弦ということでですね、リリースされている楽器になります。竹の楽器よりはリーズナブルで、竹だと一本一本個性が強いので、その人の顎の骨の形に合うか合わないかとか分からなかったりするので、これで始めてみてしばらくして慣れたらちょっと竹の尺八を探してみるなんていうような感じで始めてみてもいいんじゃないかな。いきなり竹の尺八を買うとなると、ちょっとねお値段もそうですねしますから、まずはこのプラスチックで始めてみてっていうのもいいかもしれませんね。はい、ぜひぜひ。どちらで売ってるんでしたっけ？Amazon とか楽天とか、はい、いろいろ売ってますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。尺八。はい、ということで今回はですね、尺八とは何なのかっていう改めてね、ちょっと基本的なところを確認してもらったっていう感じなんですけれども、知らないこともいっぱいありました。本当ですか？よかったです。いずれまた尺八の歴史とかね、そういうのも面白いので話してみたいなと思うんですけども、今日はですねちょっと僕が吹いてみようかなと思います。はい、何を吹こうかなと思って尺八らしいって言って頭に出てきちゃったメロディーがこれなんで、すいません、ちょっとこれを吹きますね。勇ましい。はい、暴れん坊将軍のテーマ、若い子は知らないんじゃないかって思うんですけれど、素晴らしかった。なんとなくこう尺八ってやっぱりこういうイメージありますよね。村行きだったりとか、あとは尺八ならではのっていうこう音の動き方があると思うんで、そんなのもねいずれまたこのレッスンで確認していければと思います。では今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。